はい、こんにちは、深夜です。どうも、お邪魔します。読売匠です。ディズニーインフルエンサーのケンツくんです。これだいぶ説明しないともう今視聴者の人わけわかんなくなってると思うんですけど。なんと教育系 YouTuber の呼びのりたくみさんが来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔します。そしてディズニーインフルエンサーのケンツくんも来てくれました。ありがとうございます。インフルエンサーって言っていいのかわかんないですけど。こんな二人を呼び寄せといて何ですか？呼び寄せたくみさん。呼びのりたくみです。まあ視聴者層もね、がっつり被ってると思うんで。よくドラムに似てるって言われますから。ドラムセット。普段深夜さんとクイズをね、はい、最近一緒に勉強させていただいてるんですけど。もう毎週、多い時は週3とかで。本当にそういう時もありますけど。まあその中で今回多分なんかいろいろやってくれるケンツくんも一緒にクイズ練習してるんで。はい、今日はですね、ディズニークイズやりましょうということで、なんと101問用意しちゃいました。よく3日前に決まった撮影で101問待つね。ありがとうございます。101匹ワンちゃんが僕大好きなんで、ちょっと100問っていうところから1問超えまして、101で用意させていただきました。まあ前提なんですけど、我々はディズニー詳しくないです。はい、それ大事ですね。大事です。確かに。でいつもクイズやると、ディズニー問題とかをもう完全にケンツくんに取られてしまう。取られます。はい。それを我々が反省して、最近勉強してるんですよね。そうです。反省というかもう、ケンツくんを悔しがらせるためだけに覚えてます。同じくです。モチベーション同じです。恐縮です。それ最近ようやくディズニー映画を本当に見てなかったんですけど、ちょっと見出して、本当にまだ駆け出し途中の2人が対決ってことでいいですか？そうですね。僕も最近ディズニープラス入ったばっかりで。おめでとうございます。ちょっとずるいな、もう。ガンニバルだけ見ました。ガンニバルだけ。じゃあ大丈夫そう。大丈夫そうだ。関係ない。よかったよかった。そんな知識がなさそう。ガンニバル問題はちょっと、二宮先生には申し訳ないんですけど、用意してないですよ。大丈夫そうだ。なんか、じゃあ、お好きな作品とかは特にないですか？シュガーラッシュ。あ、シュガーラッシュ。結構初めて聞きました。よし。シュガーラッシュですよ。僕ありますよ。マイクとティガーと。あ、それ作品じゃなくて。ロッツを。勝てそうじゃない作品じゃないですよ、それ。それあれですよね。YouTube でディズニーに行くために買ってらっしゃる。そうです。そういうお二人を迎えして101問やっていきたいと思います。はい。はい。準備してもらったフリップボードの消すやつ、黒板消しなんですけど。はい。これはもう呼びのりさんに合わせました。そうなんだ、やっぱり。見たことないもん、これ。すごい。これかわいい。ありがとうございます。やる気湧いてきました。今からですね、全部ディズニーの作品、豆知識クイズ作ってまいりましたので、もういろんな豆知識に触れていただいて、今日は強くなって帰っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。今日生徒です。お、珍しい。呼びのりさんに先生するんですか？お願いします。はい。じゃあよろしくお願いします。問題。プルートという、犬のキャラクターが登場しますが、そのキャラクターの名前の直接の由来となったものは何でしょう？じゃあ発表お願いします。じゃん。お、冥王星。お、なんと正解冥王星でした。すごい。1問目がなんでわかるんですか？ちょっと舐められてません？そうですね。なんかこれはもう普通にね、理系クイズと言ってももういいでしょ。プルートは知らんけど。プルートは知らんけど。キャラは知らんけど。嘘。キャラは知らんけど。犬のキャラですよ。犬でしょ。グーフィー？じゃあ今プルートって言いました。勝てるって今日これ。絶対。まだ引き分けなんで。問題。ワンワン物語の冒頭、ダーリングがレディをプレゼントされるシーンは、ウォルト・ディズニー自身の実体験に基づいています。彼は妻に何という犬種の犬をプレゼントしたでしょう？じゃあお願いします。じゃん。ドルフシア。残念ながら不正解。なんか結構自信はチャウチャウでした。俺今101匹ワンちゃんって言ってなかった問題に。いや、ワンワン物語ですね。違うんだ。全く同じ思考からでした。101匹ワンちゃんはダルメシャンで押していいって習ったはずです。101匹ワンちゃんって読んでないで。
ワンワン物語。ワンワン物語ね。違う話なんだ。はい。それがチャウチャウの話なんだ。いや、チャウチャウの話じゃないです。何なの？カースパニエルの話。ちょっと難しいですね。もう出る。同じ、今のところ2人ともカンニングしてないですよね。まさか。ボード見合ってるんじゃないですか。問題。映画ポカホンタスでアカデミー賞歌曲賞を受賞した名曲カラー・オブ・ザ・ウィンドですが、この曲の制作人、作曲家と作詞家は他のどのディズニー映画の音楽も担当しているでしょう？映画を答えればいいんですか？映画の名前をお答えください。ディズニーの？ディズニーの、はい。よろしいでしょうか？はい。せーの。あだけじゃこれ作品の名前だ。まあわかるでしょ。まあひどくないですか？アナと。合っててもダメですよこれ。いやまあ。残念。正解はですね、ノートルダムの鐘でした。ちょっと聞いたことない作品ですね。アラン・メンケンさんと、スティーブン・シュワルツさんのコンビですね。あれね。はい。あれね。はいはい。他にも実写映画の魔法にかけられてとかでもタッグを組まれてます。あれですよね。あれですね。シュワルツネッガーね。問題。アラジンのキャラクターデザインはある実在の有名俳優をモデルにしています。それは誰でしょう？やばい。せーの。ジョニー・デップ・シュワちゃん、残念。お二人とも不正解です。正解はトム・クルーズさんでした。惜しい。惜しい。惜しいとかあるのかな？トム・クルーズさんの自信に満ちた笑顔とかエネルギッシュな動きっていうのが、アラジンのキャラクターに反映されていると。本当かい？はい。シュワちゃんだってエネルギッシュだし。全然。問題。フォーキーは自分をおもちゃだと認識できず、常に自分を別のものだと思い込み、ある場所へ行こうとします。その場所とはどこでしょう？トイ・ストーリーに登場するフォーキーというキャラクターです。それ問題文に入れてもよかったかもですね。すいません。ちょっと待って。ということは、はいはいはい。何かの方程式ある。だから4月だけ数学やってますね。クイズの答え方じゃないんだよ。ボードの使い方とかが。これだな。はい。じゃあ発表お願いします。じゃん。ゴミ箱。大正解、ゴミ箱。本当にゴミ箱です。なんかほうきから連想したんだけど。多分、あとこれ、ほうきじゃないですね。フォークです。フォークやの。そう。すごい。なんでこっちの両方正解なんだよ、これで。勘違いしてるのに、正解しているという、不思議な現象。最初、ちりとりって書いたんだけど、なんか場所とみたいに言ってた。ゴミ箱かなと。なんか悔しいな。これなんか、これで点数ついてないのか。くそ。問題。ジャック・ジャックの予測不能なパワーをコントロールし、彼を落ち着かせるのに最も効果的だった食べ物は何でしょう？ジャック・ジャック一応補足すると、ミスター・インクレディブルに出てくるキャラクターです。なるほどね。はい。ということは、ということはだな。なんかあるんですか？いけたらすごいけどな。これだな。せーの。肉、バナナ。うわー、残念、不正解。正解はチョコレートチップクッキーでした。出ないわ、それ。ちなみにお二人とも行かれたことあるというふうにお伺いしてるんですけど、カリフォルニアのディズニーランド。ミスターインクレディブルのジェットコースターあると思うんですが、その入り口のところに、インクレディコースターっていうジェットコースターあるんですが、その横にそのジャック・ジャックのクッキーナムナムっていうそのチョコレートチップクッキーだけが売ってるお店があるんで。解説何言ってるか分からない。今、ダムダムが。いや、ナムナム。問題。ダンボの親友、ネズミのティモシーにはミドルネームが含まれます。そこには、アルファベット一文字が入るのですが、そのアルファベットとは何でしょう？運ゲーか。運ゲーって言わないでください。二択だな。こっち。二択だなってどういうことなんですか？本当に？そうなの？わかんないです。深夜さんの中何が起きてるのかわかんない。はい。じゃあお願いします。
はい。おなんでこんなことカンニングしてるじゃないですか。動画でチェックしてほしい。正解は9でした。全然違うし。一文字違い。ちなみになんで R なんですか？ラットの R 全く同じです。なるほど。全く同じ理由で R にしちゃった。マウスかラットかどっちかな。なんか契約のシーンで彼がサインをしているシーンがあるんですが、そこで、ティモシー・キュー・マウスであることが分かるという。めちゃくちゃむずいじゃん。はい、問題、ムーランはディズニープリンセスの中で唯一プリンセスではない一般人ですが、なぜプリンセスとして認められているでしょう？なぜ？何かしらの功績があると言いますか。功績ね。じゃあお願いします。はい。王子と結婚したから興行収入だけそんな現実的な認められてるでしょ、功績。もうやめてください、そういうのじゃないんだよ。いや本当に当てにいってるから。正解は国を救った英雄的な功績が認められたからでした。何やったんですか、ちなみに。だから国を救ったんですよね。ムーラン女性なんですけれども、男性に扮して国を救うために活躍する。ちなみに王子と結婚したらガチプリンセスじゃないんですか？そうですね。だから一般人ですがっていう。一般人が王子と結婚したから、その場合もプリンセスですよ。になっちゃうんで。シアさんは決して認めないタイプですけども。問題。不倫ライダーが指名手配書でいつも不満を言っている自分の顔のパーツはどこでしょう？不倫ライダー。不倫ライダー何その悪いやつ。悪いやつ。確かに悪いよね。不倫。悪いやつですけどね。はい。これ、まさかシアさん本当に聞いたことなさそうな。本当にないです。いきます。よろしいですか？はい。うわ！割れました。どっちかは正解でしょ、さすがに。正解は、花でした。知ってたんすか？なんで喜んでるんですか？いや、びっくりしたんです。びっくりした。ラプンツェル見たんで。そうですよね。比較的最近。ラプンツェルの作品なんですか？そうなんですよ。不倫ライダー。そう。うわぁ。塔の上のラプンツェルに出てくる。ほら、来た。うわあと、あんま文句なくないですか？普通鼻の高さとか。確かに。冷静だ。なんと次もラプンツェル問題。やばい。チャンスタイム。問題。パスカルがラプンツェルに塔の外の世界へ出るように促すためによく行う行動は何でしょう？一番好きなキャラなのに。行う行動で外に出すのを促すために。促してます。はい。ために何をするんでしょうか。じゃあオープン。舌を出す火事だ。結構現実的な。パスカル喋らないですよ。そうなの？はい。残念でした。正解はラプンツェルの絵に塔の外の絵を描き加えるということでした。なるほどね。その外の世界をね、ラプンツェルにちょっと見せることで、外への憧れを刺激したいと。外出ないのその人は？出ないんですよ。なんで？匠さんどうぞ。いやなんか怖いお母さんに閉じ込められてるんですよ。そうかわいそうな話なの。そうです。そうです。不倫ライダーも出てきます。問題。あの夏のルカのルカが最も憧れている人間界の乗り物は何でしょう？こういうことじゃないでも当てにいきます普通に。はい、せーの。ヘリコプター飛行機。ちょっと違うね。残念。正解はスクーターでした。空飛べよ。せめて。スクーター？海の中にいるキャラクターなんで、2段階上ですね。陸にまず憧れてるんで。そうなんだ。さらに飛ぶまではあんまり想像してないです。なるほど、まだか。はい。まだそのステージだったか。問題。ピノキオが嘘をつくと彼は体の変化に苦しみますが、嘘をつくと体の何の部分がどうなるでしょう？舐められてるなこれ。はい。オープン。鼻が伸びる。正解。さすがに。そもそもピノキオってディズニーなの？
おお、ほら、こういう感じ。一応このくらいでも入れてみて、こう、どの位置にお二人がいるかがこう、分かるようにするために。深夜さんやっぱ、ディズニーのなんか尖ったクイズ対策しすぎて、基本が抑えられてたんですよ。信じられないことしてたりするのに。ピノって昔からなかったなんか。童話もありますし、いろんなところで見てらっしゃるんだと思いますけど。なんか納得いってない。問題。101匹ワンちゃんの毛皮を狙うクルエラですが、ディズニーの実写映画でダルメシアンの中でもポンゴやパディータといった聖犬は狙わず、子犬だけを狙う理由が明かされます。それはなぜでしょう？クルエラを答えたかったんですよ。クルエラ知ってた。子犬だけを狙う理由？はい。もう僕が一番大好きな101匹ワンちゃんの映画なので、ぜひ正解していただけたらと。よく考えるとね、その101匹ワンちゃんって全部子犬なわけなので、そのお父さんとお母さんは狙われてないんですよ。なので、なんで子犬だけを狙っているのかと。狙われる話なんだ、あれ。同じレベルです。狙われてたんだ。はい、お願いします。子犬を亡くしてしまったことで育てたいからは、残念。お二人とも不正解です。違うんだ。はい。正解は、短毛種なんですね、ダルメシアンが。なので、短毛種の犬が、成長すると毛が非常に粗くなり、毛皮業界では、子犬の細かくて柔らかい毛の方が、質がいいとされているため。あ、毛皮を作りたい。そうです。かわいそう。何その話。いや、そうなんです。やば。ほんとかわいそう。怒ってます。そんなん許せない。許せない。許せないですか？許せないわ。クルエラがそんなことすんの？そうです。めっちゃ悪いやん、クルエラ。そういうお話なんですよ。どうします？いや、もう見れないっす。見れないっす。見れないんだ。じゃあ100匹ワンちゃんの問題ずっと僕がちょっ勝てるとひどい話だな。じゃあどんどん減っていくんだ。101匹から。変ないです。そんなデスゲームだと思ってます絶対全員無事でしょ。映画的には。なんで7匹で済んだりとか絶対ないでしょ。本当にご存知ない方だとそうなるんだ。問題。バズ・ライトイヤーの名前の由来となった、実在する宇宙飛行士のバズ・オルドリンさんが乗っていた飛行船の名前は何でしょう？飛行船？はい。まあ、ロケットですかね。はい。お願いします。スプートニクですか？うわー。残念、不正解。正解はアポロ11号です。そんな単純なやつなんだ。そうなんだ。乗ってたのか。バズさんが？バズさんが、はい。そうなんだ。だからまあそれぐらいやっぱ目立ってたからキャラクターにもなるっていうそうですね。名前がね。問題。美女と野獣のベルが住んでいる村で彼女が変わっていると見られていた理由は何でしょう？ベルある行動をすることが大好きなのですが、それが、まあ、当時のその村の女性としては珍しくて変わっているというふうに思われていました。よろしいですか？はい。じゃあオープン。裸足発明してる。うわー惜しい。残念。お二人とも不正解です。違うの？はい。正解はですね、本を読むのが好きだからでした。そんなかわいそうやん。発明してるのはお父さんなんですね。あ、そうなの？はい。発明してる、その、フォルムだけ見たことあるんだよ。おー、なるほど。あ、ロルカナ。そう、バレた。そうだ、ロルカナやってるんだ。最近ね。その分知識が。ディズニーのカードゲームのロルカナで、それ始めたんですけど、最近。はいはいはい。ベルがなんか発明家の格好してるカードがあったんですよ。おー。だからこれ絶対合ってると思った、正直。なんか多分あのカードで言ってるんだろうなと思ったんですけど。そうなんですよ。やっぱり。裸足は誰？裸足？いない。ゲンとかですか？ゴンでしたっけ？ゲンでしたっけ？ゲンですね。ゲン。問題。アナと雪の女王の、英語版の吹き替えを担当したクリスティン・ベルは当初別のキャラクターのオーディションを受けていました。そのキャラクターとは誰でしょう？サービス問題でしょ。お、なんで？あ、違うか。あ、違うわ。よろしいですか？はい。オープン。オラフ・スティッチ。なんでスティッチなんですか？ちょっといや、なんで言われてるか。いや、わかんないですけど。多分問題文的には作品は同じですね。お、そういうこと？そういう読みだったんですか？と
ころが残念。正解は、塔の上のラプンツェルのラプンツェルでした。ベルでもないの？ベルでもないです。オラフってアナ雪のキャラ。そうです。ベルってアナ雪のキャラ？いや、ベルは美女と野獣です。ベル、アナ雪のキャラは今もうクリスティン・ベルさんは大混乱です。あれ同じ作品にの言ってない。吹き替えの声優さんを担当した。アナ雪ってよね、問題文。だからなんかアナ雪になり探しました。問題文なんかベルって言ってなかったな。それは担当した吹き替え声優のクリスティン・ベルさんです。うわ、ややこしいこと言ってる。いや、同じかと思った作品。別のオーディションを受けてたんだ。そうなんですよね。で、まあそのラプンツェルのオーディションの時の歌声がすごいいいよねっていうことで選ばれる。すごい。選ばれるきっかけになったと。君はじゃあ別の作品で主役を張ろうという。はい、そうなんですよ。で、その作品同士もクロスオーバーしてるし、結構素敵な豆知識ですね。確かに。はい。問題。リロ&スティッチのリロが住んでいるハワイの特定の島とはどこでしょう？やばい。本当にある島？本当にある島。わかんない。ハワイ行ったことない。島？あ、そうなんですか。ハワイの島1個ぐらい言えなきゃクイズプレイヤーとしてはやばいよ。普通にこれは恥ずかしい。じゃあ、オープン。不満なきゃ。残念、正解はカウアイ島でした。おー、よかった、難しくて。カウアイ島でした。いきます。問題。スタジオジブリ作品、コクリコ坂からでは、生徒会長の水沼四郎役。遊戯王デュエルモンスターズでは主人公武藤遊戯。実写映画白雪姫のプレミアム吹き替え版で7人の小人、音ボケの声を担当するのは誰でしょう？遊戯の声僕がもう尊敬してやまないもう大好きなあの方なので、もう何十回ももうお二人と喋ってる時にこの方のお名前を出したことあるので、ぜひ正解してください。絶対違うけどケンツはこう言ってたわ。おお。だからケンツが間違ってると思うこれ。何ですか何ですか。いきます。言ってない、どっちも言ってない。残念。正解は風間俊介さんでした。あ、そうか。はい。うわ、やっちゃった。確かに。遊戯と闇遊戯って同じなんだっけ、これ。そうです。はい。天才じゃん。風間さんもう本当に、しかももうとんでもなくディズニーのもう造形が深い方なんで、もう。そうだわ。いや、なんか。トップの。やってしまいました。すみません。ケンツ君見てたら、立壁和也、ジャイアンの声しか出てこない。なんだひど。つい今月ですね、6月11日から、その風間さんが声優を務められた実写版白雪姫をディズニープラスで配信され始めたので、ぜひ見てください。まだ見てないですか？ディズニープラスらしいですよ。じゃあ次の次の次の次ぐらいに見ます。だいぶ先ですね。ぜひ見てください。問題。モンスターズインクのブーがモンスターの世界から人間界に戻るために使用したものは何でしょう？ブー知ってる知ってる。どれがブーなんだ？あれブーでしょ？はい。戻るために使用したもの？使用したもの？ブーが来たかも。やばい。椎名さんは香港ディズニーにご一緒させていただいた時にブーのカチューシャを指さしてなんかこうボケてらっしゃいましたね。はい、覚えてます。ボケてらっしゃったんですか？はい。じゃあどうぞ。目薬ショッピングカード新回答きた。全然違います。正解はドアでした。目薬でいけるんすか？なんか目のキャラでしょあれ。そうです。脈々様っておっしゃってた。脈々みたいな。なんか目がいっぱいついてます。すごい。そこからの発想で目薬だったんですね。なるほど。もう椎名さんのロジックが全然分かんなかったですけど。問題。アラジンに登場するジャスミンが飼っているペットの種類は何でしょう？猫飼ってたっけ？猫猫って言わなかったっけ？いや、言ってないです。ペットの種類は何でしょう？種類か。じゃあ猫じゃないわ。やばい。いいですか？オープン。亀、猿。残念。虎でした。あれ猿はアラジンのペット？そうです。すいません。持ち主違かった。違う、あれ。
いたかな虎なんて。そうなんですよ。ラジャーっていう虎を飼ってます。問題。映画ライオンキングの有名なモットー、ハクナマタタはどの言語で心配ないさを意味する言葉でしょう？心配ないさを答えさせて。どの言語？どの言語？はい。いいですか？じゃあオープン。ケニア、アラビア語。これもういっぱい問題文でクイズ出てくるのに正解はスワヒリ語でした。おー。でもそこはさ、出ないもん。そうなんですよ。問題文にいつもスワヒリ語で心配ないさみたいなの出てきますよね。ちょっとね。残念。盲点でした。これ取れるかなと思ったんだけどな。すいません。すいません。問題。モアナと伝説の海でモアナが航海に出るとき必ず一緒に連れていくペットの種類は何でしょう？ペット？はい、モアナ見ました。やばい。種類っていうのは結構広くていいんですか？まあ大丈夫です。はい。広く。はい、勝ち。じゃあお願いします。お、鳥、へいへい、お大正解、へいへいへい。名前まで覚えてて。へいへいですよ。へいへいです。うわめちゃくちゃアホなんですよ。ディズニーキャラクターの中で一番アホらしい。なんで見てるんですか、それ。モアナ、常識っすよ。モアナぐらい見ないと。ダメでしょ。問題。ウォルト・ディズニー自身が生前に手掛けた最後の長編アニメーション映画は何でしょう？と言いつつ、実は彼はこの映画の完成を見ることはなく、公開される前の年に亡くなってしまったという悲しいエピソード付きなんですけど。じゃあお願いします。プーさん、ここ今やってるやつです。ギリ間に合わなかった。ギリ間に合わなかった。番宣みたいな回し物ですか正解はジャングルブックでした。おー。知らないですね。なんかありそうだな、名前的に映画。なんでそんなとこで本読もうと思うの？ジャングルブックっていうのは。すごい。本は読まないです。あ、そうなんだ。もうタイトルなんで、はい。ジャングルブックっていう。違うんだ。違います。すごいボケ飛んできた。何の話かと思った。問題。数多くのディズニープリンセスの中で唯一実在の歴史上の人物をモデルにしているのは誰でしょう？いるんだ。いるんですよ。まあ、童話をモデルにしているとかは結構いるのは想像つくかなと思うんですが、実在のというのがポイントですね。やばい。全部童話だ。浮かぶやつ。さすがに全部童話。じゃあオープン。ベルオーロラ。残念。正解はポカホンタスでした。うわポカホンタスってお姫様なんや。そうなんですよね。なんかすげえ可愛いタヌキみたいなキャラを想像。そうですそうです。アメリカの先住民の女性ですね。はい。問題。ミッキーマウスが映画の中で初めて話した記念すべき最初のセリフは何だったでしょう？まあもうちょっと絞ってもいいですかね。一応食べ物の名前です。お、すごい消してる。やっぱヒント出してよかった。記念すべき最初のセリフ何でしょう？じゃあオープンお願いします。チョコレートアップル。残念。正解はホットドッグでした。言うかいそんなの。最初に。おかしいじゃん。どんな状況で言うんだよ。でも自分でもアップルって書いてるじゃないですか。アップルは言うでしょ。なんでですか？いろんな始まりは大体リンゴからスタートするでしょ。ああ、なるほどなるほどなるほど。歴史上いっぱいね。歴史上いっぱい？歴史上やっぱそのパソコンとかの歴史もそこから変わったりとかね、アップルで。スタートのイメージがありますから。なるほど。スタートアップってことですね。そうです。そう。スタートアップル。さあ次に。結構拾いましたけどね。この豆知識のクイズ最後の問題になります。問題。映画ジャングルブックに登場する4羽のハゲワシ。彼らの髪型ややりとりはある伝説的なイギリスのロックバンドをモデルにしています。そ
そのバンドとは誰でしょとなるともう。イギリスも伝説的なロックバンド多いですから。じゃあお願いします。クイーン、ビートルズ。正解はビートルズでした。やったすごい。じゃあここまでの結果発表したいと思います。はい、もう分かってるんじゃないかと思いますけど、じゃあ先に、匠さんから、はい、なんとここまでの得点5点でした。勝ってそう勝ってそう単独のね正解がありますからね、はい、やっぱり、はい、続きまして深夜さん4点でした。危ね鼻の問題をそうですね、はい、あれが取れたのが鼻差がありました、はい、おお、はい、でも僕も鼻伸びる。それピノキオの話不倫ライダーの方ですね。はい。そこで差がつきました。はい。やっぱりいいですか？僕の方が強いで。いや。まだ続きがあるんで。続きあるんで。101問準備したから。はい。なるほど。続きは次の動画です。続きはまた次の動画で。はい。じゃあ一回ここで。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。